はい、金坊主です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、福井県にある、ちょっと待ってください。これね、後ろ濡れてるんですけれども、こちら、私腰が悪いので、腰ベルトをしながら設営してるので、ここびしょびしょになっています。そう、今日はですね、福井県にある三座熊川というキャンプ場に来てるんですけれども、27度。山の方にあるんで、下の方はね、30度予報という非常に暑い日にキャンプしに来ました。でこのキャンプ場なんですけれども、正直、私が行ってるキャンプ場の中で1、2を争うほどの超高規格キャンプ場なんですね。前来た時も動画撮ったんですけれども、区画サイトに一つこの建物がついてるんです。でこの建物、めちゃくちゃやばくてですね、区画内は大型のツールームテントも張れます。で、車も区画の中に止めるタイプ。で建物の横にですね、立水栓も個別で管理されています。で、建物の中をね、入っていく前に、ここにまず一つ目のコンセントがあります。そして、こちら、お湯も出ます。冬場も営業されていますので。で、ゴミの捨てる場所は、こちら、奥が灰を捨てる場所。ここと、さらに、ここにもコンセントがあります。で建物に入ると、まずですね、入った瞬間左手の方に、はい、洗面台がついてます。鏡もついてます。で、この中はですね、エアコンついてまして、暖房、冷房 OK よというふうになっています。そして水洗トイレがついている。これがやっぱね、いいですよね。でさらに、ドライヤーとここにもコンセントがついている。エアコンとドライヤー同時使ってもブレーカー落ちなかった。そしてそんなに広くはないですけど、シャワールーム、ボディーソープ、コンディショナー、シャンプー全部ついてます。大人1人、子供1人一緒に入るぐらいやったら大丈夫ですね。で11サイトあるうちの4区画がノーリードでワンちゃん OK になっております。このサイトのね、もう一つの魅力的な部分が、ここからですね、広場に出れるんですよ。で、向こう側の建物が一棟貸しなんですけれども、一棟貸しとこの区画サイトだけで、この広大な広場をね、使える。ワンコも区画内でも自由にできますし、お散歩コースもね、広々とできるので、ワンちゃんいると完璧。さらに、ワンちゃんいなくても、ノーリードサイトじゃなくても、トイレとシャワーとついてますので、お子さん連れのキャンパーもめちゃくちゃ魅力的なキャンプ場かなと思います。その分、よくある区画サイトの倍ぐらいの値段はします。この距離感ですよね。サイトから、どのサイトからでも、どの建物からでも自分の子供が遊んでいるところが見えるっていう部分。そして、遊具がないんですね。一応ブランコはあるんですけれども、それ以外の遊具はないので、自分たちで遊ぶものを持っていくとか、遊ぶことを考える。これいいよねっていうふうに、うちの奥さんも言ってはりました。その、遊具の順番待ちもないから、ひたすら自由に遊べる。しかも、そんなに人が多くないので、のんびりとしたいなっていう部分、のんびりとしたい場合はおすすめですね。もちろん、区画サイトなので、隣のサイトは近いので、隣のサイトがうるさかったりとか、いろいろあるかなと思うので、これはもう運にかけるしかないかなと思います。あとは、今回、土曜日ですね。めちゃめちゃ天気のいい土曜日なんですけれども、ノーリードサイトに3組、あと建物が何組か入ってた。ノーリードじゃないところには人がいなかったので、まだ狙い目かなと思います。金額が高いっていうところはネックな部分ではありますが、2回行くっていうところを1回にしてここに来るっていうような感じをする。じゃあシャワーもついてるし、トイレもついてるしと思ってたんですけれども、次の週の予約見たら満杯あったので、夏に向けてやっぱしトイレ付き、シャワー付きっていうところが人気出て、
で冬はね、営業してるみたいなんですけれども、結構ガラガラみたいなところはあるので、この動画がそんなに拡散されることはないかなと思いますが、僕的にはこれぐらいの人数で楽しみたいんですが、そうなると潰れちゃうので、ぼちぼち流行っていただきたいなというところもあります。で、ライブ配信したんですけれども、今回は鉄山という滋賀県にある鉄工所がやってるキャンプブランドのいろんなね、製品を持ってきました。まずこれがランタンスタンドですね。高さがね、ちょうどいい感じの高さなんですよね。高さの調整とかできないんですけれども、その分、こんな感じでね、提灯をつけると、ちょうどいい高さ。テントの入り口とかに置いておくとですね、ちょうどいい感じの高さになるかなと思います。この提灯もその鉄山ってところが売っている黒い提灯なんですけれども、別にこの提灯じゃなくても普通にランタン使ってもらってもいいかなと思います。そして鉄山のこの焚き火台も一緒に買ってきました。ソロとファミリー用があったんですけれども、今回はソロ用の焚き火台を購入しました。そしてこちら見ていただいたらわかるんですけれども、ロゴね、ここのアルファベットが金坊主になっております。そう。自分の好きなね、アルファベットをお願いすると、それを入れてくれるという焚き火台。別に追加のその工賃とかは不要ですね。なので非常に気に入っています。私の焚き火台みたいな感じ。で、実際に焚き火台をね、使ってみたんですけれども、そこまでですね、普通の焚き火台かなと買う前は思ってたんですけれども、めちゃくちゃ燃えますね。いい感じに燃えてくれます。薪も良かったのかもしれないけれども、思ってた以上にしっかりと燃えてくれたので、そのいろんなそのその空気口とかいろいろと考えられて作ってはいはるんやと思うんですけど、私は別にそこのプロではないので、これは二次燃焼がとか、そんなことは言えないんですけれども、素人として使った時に、めちゃくちゃしっかり燃えるやんというような印象を受けました。値段も12,200円と、焚き火台にしては別に高くもなく、むしろちょっと安いんじゃないかなと思うぐらいですね。で、棒がついてるので、それ入れておくと、五徳としても使えますんで、非常に良い焚き火台です。今、焚き火台いろいろ買ってきましたけれども、変形もしなかったですし、この焚き火台はですね、押せますね。で、さらに、鉄山ってロゴでもいいでしょうけれども、インスタとかね、されてる方であれば、もうご自身のそのインスタの使ってるアカウント名とかにしちゃうのも全然ありかなと思いますので、この焚き火台はこれから結構私のキャンプの動画でも出てくるんじゃないかなと思うぐらい使ってみてお気に入りの焚き火台になりました。結構ね、売り切れる商品はね、すぐ売り切れちゃいますので、今回動画の概要欄にね、URL でも入れておきますので、見ていただいて、で、次ね、いつ発売するかみたいなところは、インスタとかでもね、投稿されてるので、そのあたり見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、おはようございます。ワンコもね、非常に楽しめたようで、いつも行くキャンプ場は、下地面が砂であったりとか砂利なんですけれども、
やっぱワンコにとっては芝生が一番なんでしょうね。日もこんな感じで、ずっとゴロゴロしてはりました。子供もね、ゴロゴロしやすいし、広場も近いし、もうすでにね、また次の予約をこのキャンプ場入れました。毎週行くと破産しますし、同じキャンプ場ばっかりっていうのもあれなんですけれども、たまにね、月1、2ヶ月に1回ぐらいは行きたいなと。で、去年は行けなかったんですけれども、雪もね、ここ積もるので、冬の雪中キャンプもこちらで楽しもうかなと思います。電気がね、どれぐらい使えるのかちょっとわからないので、今度行った時にね、最大どれぐらいまで使っていいのか聞いてみようかなと思います。今回はパーフェクトランドロックアイボリーを使いましたけれども、そろそろですね、6月ぐらいには新作のランドロックも出るだろうという噂、話聞いてますので、出次第ですね、また新作のランドロックフル装備買ってますので、予約してますので、そっちのね、動画も上げていこうかなと思います。エアテントも予約してますし、一番欲しいフィールドライズも早く来てほしいなというところですが、次はソロキャンプ行ってこようと思います。芝ドリルでお別れです。以上、ご清聴ありがとうございました。